はい、どうも、おじさんです。こちら、ディープワンという作品、今回からやっていこうと思うのですが、えーご覧の通り、パート1、1時間半くらいあると思うんです。うん。これにはちゃんと理由があるんで、先に言っとかんと、途中でね、やめてしまう人もいますから、あれなんですけど、その途中で区切ることは可能だったんですけど、それをすると、なんかその作品のテンポが崩れるというか、雰囲気が、そがれるというか、あまり面白くない展開っていうか状態になりますので、それはちょっと作品に対するリスペクトがないなっていうので、ちょっと、申し訳ないけど、1時間半くらいになってます。なんで、途中チャプターつけときます。ここら辺で区切ったらいいよ、みたいなのは。だから、1回で1時間半見るのはちょっときついなっていう人がおったら、それを目安にちょっと頑張っていただきたいなっていうのがありますんで、よろしくお願いします。それでは、ニューゲーム行きましょう。体験版のため、本編とは一部演出が異なります。あらかじめご了承ください。はい。魔女の門出。物語とはいつだって始まるのではなく、すでに始まっているのだ。エルンストー・ゴンブリッジ。誰だろう。未来とは、例えばこんな風に、濃い、霞がかった視界のようなものだと思う。もう、せっかく整えた髪が台無しね。湿った空気のせいですっかりほどけてしまったカールを指先でもてあそぶ。ああ、こんなことなら2時間もかけてめかし込むんじゃなかったな、と独りごちてみても、仕方ない。だってこの朝朝霧は何も今に始まったものではないのだから。英国首都ロンドンより、北西に数十マイルの場所に位置するのは、ここ、オックスフォード大学特殊学科の中核を担う魔術専門施設、ブレナム魔術法院。朝まだき、庭園は、かの霧の都に引けを取らないほど、うっそうとした白い大気に満ちていた。見ようによっては幻想的に見えるこの光景も、門出の朝となると、ちょっとばかりご遠慮願いたい気分になる。やっぱり記念すべき門出の朝ってのは、もっとこう、なんていうか、ご来光でも受けながら出発したいわよね。その光景をしばし想像して、ひどくしっくりときた。そんなしょうもないことを、無双してしまうあたり、やはり私の体には極東の島国の血が色濃く受け継がれているらしい。長らく身を寄せた英国の土地とはいえ、将来の故郷にはどうやらかなわないみたい。生来の。もっとも、随分と前に追い出されちゃった故郷だけどね。ため息混じりの語尾に相方の声が重くなる。どうしたのナンシー。と言っても声はすれども姿は見えず。ああ、訂正。姿は見えなくても彼女の翡翠のような瞳は朝闇の中でも確認できる。時々、パチクリと瞬くその様子はなんだかとてもキュートで神秘的だ。何よ。私がブルーになってないかって？まさか。残念だけどあんたの指摘は的外れだわ。むしろその正反対ね。何よその目は。もしかして疑ってんの？別に寂しくなんてないわよ。なあもう、
そもそも何よ。今になって向こうが勝手なこと言い出さなきゃ、私は今頃待ちに待った卒業の準備で日々を充実に過ごせてたのよ。まったくほんといい迷惑だわ。憤慨してみたものの、柳に風と受け流されるばかり。ああ、もう。これじゃエキサイトしている私がバカみたいじゃない。猫に向かって一人わめき散らしている姿なんて滑稽を通り越してもはや危ない人以外の何者でもない。いや、その前にそもそも普通の人間にはこの子の姿すら見えないのよね。ダメね。頭冷やさないと。大きく背をそらし眉間に寄っていたシワと一緒に伸ばす。魔女たるもの、いついかなる時も怪しく美しく不敵たれ。それがケルトの魔女の末席たる私。ゆ姫かすみでいいのかなに課せられた、月首座右の銘というならば、眉根に溝を刻むなんて真似はおよそ私には似つかわしくない表情だ。今一度呼吸を整えてから背筋をピンと伸ばす。顎を軽く引いて胸を張り、視線ははるか前に。その姿は例えるなら、いつも猫かぶりの参考にさせてもらっている、見目麗しき英国淑女のように。我ながら上出来。改めて朝地に、濡れた、石畳の上をコツコツと、品よく歩く。まだ日の出前の庭園は海の底みたいに静まり返っている。なんやこれ。何日だろう。亮っていう字を思わせる淡い街灯に照らされた園庭はまるで影絵の世界のように幻想的に見えた。私とナンシーの影も薄く長く伸び、はためくスカートの袖が、裾が、さながら、魔女のローブのようにゆるりと世界の影に混ざる。引き止めるように溶ける影と、影。それは少なからず後ろ髪を引かれる情景で、長年親しんできた学びの園を去るには少しばかり感傷的な光景だった。だから、ブルーになんてなってないって言ってんでしょ？魔女への道は遠く険しかった。さて、ここともついにお別れね。足を止め歩いてきた道を振り返る。霧の向こうに霞んで見える、瀟洒で幽玄なブレナム魔術法院のシルエット。外観。どっちで読もうかな。上で読むか。振り仮名で読むか。こうして改めて目にすると、その圧倒的な存在感に心を奪われる。10年前、どこの馬の骨ともわからない私を黙って受け入れてくれたこの魔術の園は、当時の姿と変わることなく、今度は無言で見送りを果たしてくれていた。悲喜こもごもの学園生活に感謝の意を表して。10年間、お世話になりました。ペコリと頭を垂れる。なんて、殊勝なことを言ったものの、その実、引きの割合が限りなく一方に偏っていたという事実は、この際、
さておくとしましょう。もちろん、どちらに偏っていたかなんて言わぬが花。いつだって思い出は美しく、優秀は美談で締めくくられた方がいいに決まっている。と言いますか。正直に、白状すれば、無理に思い出そうとすると、また眉間にシワが寄ってしまって大変よろしくないのです。さて、別離の義理は果たし終えた。後顧の憂いはもはやない。あとはもう旅立つだけなのだけど。日本人はわびさびを敬愛するというが、それにしても挨拶一つもらえんとは。いやはや、切ないものだね、かすみ。ハウッド先生。我が最愛の弟子が最後の最後まで死を頼りとせずに去っていこうとする様は、本当に胸が締め付けられる思いだよ。そう、まるで語れんぼのようにね。若かりし頃に経験したほろ苦い思いを彷彿とさせられるな。自慢のスコアヒゲを、撫でながら流暢な日本語でやたらと芝居がかった、ビクショーを漏らす老紳士。彼の名はサミュエル・ハーウッド。私の先生であり、同時に公私ともにお世話になった親代わりとも言えるほど大恩のある人だ。彼からいただいた恩義のほどはとても一言で表せるような簡単なものじゃない。だから本来であれば、こうして第二の故郷とも言える土地から旅立つ前に、まず真っ先に挨拶をしなければならない相手なんだけど。あら先生、大和なでしこは意中の男性以外には決してなびかないものなんですよ。以前にそうお伝えしませんでしたか？なーに、ジョンブルの方こそ都合の悪いことはすぐに忘れてしまうたちなのでね。以前にもそう言っただろう。君の方こそ失念してやいまいかな。まったくこの人と来たら、もういい加減いい年なのに、どうしてこうまで素直に無邪気でいられるのだろう。まったく困った人ですね。知らず知らずのうちに苦笑が漏れる。思えば先生は昔からあけすけな優しさをまっすぐにぶつけてくる人だった。こちらがどれだけ可愛げのない態度を取ろうがお構いなし。それは初めて言葉を交わした10年前のあの日から全く変わっていない。この老紳士は出会った時からこんな、それこそ子供のような人だった。そんな、なんやこれ。また読めない漢字が出てきた。そんな彼の正体が実は英国屈指の実力者であるロイヤルウィザードなどと一体誰が信じよう。本当にこの世界は夢物語よりもファンタジックで私を飽きさせない。何はともあれ、間に合ってよかった。愛弟子の門出を見送り損ねるなど死として、いや何より紳士としてのプライドが許さないからね。君がどんなにおむずがりだろうが、こればっかりは譲れんよ。別にむずがってなどいません。単に私のような未熟者の出立なんかにわざわざ先生のお手を煩わせたくなかっただけのことです。ましてや大英帝国が世界に誇る最大最古の魔術結社、ディオゲネスガーデン。その長たるロイヤルウィザードの一席に身を置く先生が、そこの誘いを無下に、断った私と会うのはいろいろと問題がありすぎる。なるほど。
そういった事情も含めて先生とは顔を合わせることなく別れようと決心したのに。そう見くびらないでほしいね、かすみ。これでも愛弟子の門出を見届けるくらいの解消は持ち合わせているつもりだよ。それが優秀で美しい女性というのなら、なおのこと身を引くわけにはいかんだろう。ああ、もう本当にこの人と来たら。おお、ようやく笑ってくれたね。ツンと済ましたクールな君も魅力的だが、やはり笑顔の方がずっとキュートで素敵だよ。笑ってなどいません。先生のお調子ぶりに呆れていただけです。しかしナンシー君はそうは言ってないように聞こえるが。気のせいです。もしくは先生がボケているだけです。この性悪猫め。あんたは一体どっちの味方なんだか。対して先生は先生で本当にお調子者に過ぎる。だってそうでしょ？あの子は猫であって猫ではない。その形を模しただけのこの世の神秘の結晶ともいえる頂上の存在。故に主である私以外の人間にナンシーの声が理解できるわけないのだから。相変わらず釣れないね、かすみ。もし君が望むというのなら、今すぐにでも地位も名声も私がこの身に蓄えた知識すらもすべて投げ捨てて君の味方になると約束できるというのに。あら先生、お言葉ですが、約束できると叶えられるとの間には天と地にも等しい越えられない壁があるのをご存知ですか？なーに、私にとって天地などコインの裏表ほどのさまつな問題だよ。なんなら今ここで君のために逆さにしてやっても良いのだがね。あっけらかんと、しかしその瞳には絶対の自信を込めて、歌う先生か。高らかに歌うその声はまるでアスモダイオスの響きのように、甘く鼓膜を誘惑する。やれやれ、まったく。今に始まったことじゃないけれど、先生お得意のチャームにはいつも感心してしまう。正味の感想は呆れ半分ってとこだけど、なかなかどうして真に迫ってる。すごい。行間、時間か。文字と文字の間も結構使い分けたりしとるね。あとこのね、メッセージウィンドウとこの画面のウィンドウと。だって、お前のために世界を逆さまにしてやる。だなんて。そんなこと言われて平然としていられる女が一体この世にどれだけいるというのだろうか。確かにこれなら世の、あまたのきれいな女性たちがこのお調子者の、老人にころりと落とされてしまうのも無理からぬことかもしれん。だけどあいにくと私、湯姫かすみお。そこからのジッパ人からげな、やわな女と同等だと思われては困るというもの。悠久ともいえる英国の長き魔術の歴史にあって、史上初めてプロレタリアートからディオゲネスガーデンのトップの一人に就任された方は、言うことが違いますね。ですけど、奥様と他の大勢の愛人の方々を諦めきれないようなめめしい男性に、そのような大それた真似を実行する解消はないと存じますが、どうでしょう、
先生。こいつは手厳しいな。はっはっは。と無邪気に、愛好を崩す先生。結構痛いところをついてやったつもりなのに、この狸と来たら、全く意に返した風もなく、ひょうひょうとした態度を崩さない。ああ、やれやれ。いつかこの人のムカつくくらい悠然とした態度を、崩してやろうとずっと考えていたのだけど、残念ながらどうやらその夢は最後まで叶わなかったみたい。ああ、まったく本当にこの人には叶わない。けれどそれはあくまで、絶世だけの話。先生、うん、何かね。これも何かの縁です。よろしければ最後に実技の修正を見ていただけませんか？ご存知の通り、私が専攻するドルイドは論文より実践こそがその骨子ですから。最後までウィザードならぬマギステル足らんとする、実に君らしい発案ではある。比例は100も承知です。でも最後に先生と出会ってしまったら、どうしても衝動を抑えきれなくなってしまいまして。見くびらないでくれたまえ。そう言ったはずだよ。そう言って無造作に上着のボタンに手をかける先生。ジョンブルたるもの、いついかなる場合でも女性の期待に応えるための用意は惜しまないものさ。ロイヤル・ワラントの、サルトリアに勝るとも劣らない上品なジャケットの、内側に収められていたのは、およそ普通の紳士には似つかわしくない異質な品の数々。驚くことなかれ、そのすべてが魔術に使用するリージェントの品々だ。着飾る高級な衣よりはるかに途方もない価値を秘めたその内側は、同時にサミュエル・ハーウッドという、不正出の大魔術師の本質を的確に表現している。すなわち中身が見目に劣るなど誇り高きジョンブルにあるまじき愚昧な姿。柔らかな笑みはその実、内に秘めた確固たる劇場と実力を、圧し隠す最高級の仮面というわけだ。しかしさすがは先生。10年の付き合いは伊達ではないというか何というか、どうやら私の考えは全てお見通しだったというわけだ。ま、それならそれで好都合。幸いこちらも話が早いのは嫌いじゃない。また随分と準備がよろしいんですね、先生。もとより私は初めからそのつもりだったからね。転ばぬ先の明治スタッフってやつさ。それより君の方こそ準備はいいかい？確か身の回りのものはほとんど向こうに送ってしまったのだろう。見くびるつもりは毛頭ないが、いくらあの人がよこした選別とはいえ、そのワンド一つで大丈夫かね？先生の視線が私の手にする、ワンドに向けられる。心配はご無用です。ドルイドの秘技はシーカと知識こそが本懐。道具に頼っていては世界樹の英知にたどり着けませんから。文字通り、私は相棒を構えながら先生を見据える。その際、ナンシーに離れてもらうのも忘れない。ええ、そうよ。あんたはそこで私の活躍でものんびり眺めていてちょうだい。そう、これはあくまでマギステルとしての私の卒業試験。ならば、魔道の最欲たる彼女の出番は初めから、存在しない。ああ、なるほど。立ち位置が大体分かってきたぞ。はい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 。けどここでなんか説明するのも良くないな。テンポが悪い。ここから始まるからな。
即断か。その豪気果断な性格も大いに結構。ならば、私も紳士として淑女の作法に合わせねばならんな。私に合わせると明言した通り、一振りの腕度を握りしめて、ふふんと楽しそうに笑う先生。どうやら言外に他のリージェントは使わないから安心したまえ、なんて風潮したいらしいが、その言葉を鵜呑みにするのは愚の骨頂だ。過去を鑑みるまでもなく、あの類の表情をする先生は信用ならない。高密腹剣。いいえ、顔で笑って心の中では高笑いはあの人の専売特許だ。あの人畜無害そうな顔の裏で、どうせまたよからぬことを考えているに違いないのだから。一つ大きく深呼吸。二つ小さく姿勢を正して。三つ冷静に周囲の事態観察。よし。魔力も体力も精神状態も十分すぎるほどに万全。改めて世界を確認する。眼前にいるのは一つの攻略対象。地帯はただ一点のみ。溶血はたった一つのことに集約され、行きます。ならば私は、確実にあれを乗り越える私になる。いい瞳だ。どうやらがぜ本気になったようだね。一位先身とした女性は皆美しいものだが、君は中でも桁違いに群を抜いて美しい。本気になった私を前にしながら、しかし相変わらず、柔らかな笑みを浮かべる先生。やはり魔術を志す師と弟子とがまみえるときは、こうドラマチックでなければいかんな。これこそ魔術の骨頂、最王の体現だ。現代になるに至り、魔術の裾野が大衆の耳目に触れるようになってからは自粛されてきた風潮とはいえ、つまるところ生死をとした本能の果たし合いに他ならないからね。望むところです。私の方こそ手心を加えられた卒業試験なんて願い下げですから。気構えの相性も最良と見える。君のような愛弟子と出会えた奇跡を神に感謝しなければならんな。言って深く目を細める先生。すごいね、この演出が。あんまりこういう多作を出すっていうのもあれだけど、魔法使いの夜なんて作品がありますけど、それにも似た結構そのドラマチックに場面転換とか、なんだろう、その画角というか、カット割りというか、なんて言えばいいんだろうな。映画でいうとこのコンテというか、なんていうの。そういうのがどんどん切り替わってね、それに合わせたテキストだったりとか、テンポだったりとか、なんかすげえ申し訳ないんだよな。マジで今からでもなんか遅くないからさ、なんだろう、ご自身でプレイできる人はプレイしてほしいかもしれん。このテンポ感はね、多分俺の音読じゃ伝えられない。よくない。よくない。よくないぞ。そして次にその瞳を開いたとき。では、いささか変則的な段取りとなってしまったが、これより卒業試験を始めるとしようか。この一連のやりとりで、この作品がどういう風にこうやってね、演出とかそういうのをひっくるめてやるかっていうのをパッと視聴者に対して見せるっていう。今だいたい30分くらいだからちょうどボリューム的にはいいよね。音読するんだったら、朗読、黙読するんだったらだいたい25分、20分ちょっとでできるはずやから。準備はいいかね、ミスユウキ。ユウキ。先生の口から、勇気だとはんか。先生の口から私のファーストネームが。表情からは微笑みが消え去り、
代わりに手にした明治スタッフが高々とした光を放つ。違う。あれはワンドなんて生優しいものじゃない。直接目に触れなくともわかる痛いほどの圧力。指向性の魔力となった閃光が私の、心身を侵食しようと波動のごとく押し寄せる。ブランの木星よ。とっさにシールドを展開し、魔法の干渉を防ぐ。しかし、その閃光こそ一瞬の出来事。世界はすぐに元の暗闇に戻る。肝が冷えるとはこういうことを指すのだろう。背筋を滴り落ちる氷のような汗。障壁が間に合ったのはまさに僥倖としか言いようがない。あのまま何も手を打たずに光を浴び続けていたら、間違いなく私は私であることすら把握できないまま敗北を喫していたに違いない。間違いない。あれは、あの兵装は、ブラスティングロッド。困惑の誘いって、いかにも、私の、いや、我が大英帝国にとっての焼酎の玉だよ。こうして見せるのは初めてかもしれんが、君も噂くらいは耳にしたことがあるだろプラスティングロッド。それは数ある英国所有のマジックウェポンの中でもとびきり強力かつ凶悪なものの一つだろう。その名が示す通り、五感を狂わす魔の釈状は、たった一振りで相手の、視角から侵入を果たし、瞬く間に神経は愚か、意識すらも支配してしまうという。つまり、あの杖に標的にされたが最後。対象者はまるで操り人形のように杖の持ち主の意のままに操られてしまうというわけだ。まったく意地が悪いにも程がある。しかも常時展開だよね、これ多分。膨大を通り越し、いっそまがまがしいほどに漂ってくる濃密な魔力に頭の芯が甘く痺れる。訂正しよう。凶悪なんて生優しい。あれは正真正銘反則者の奥の手だ。正直驚きました。聖ゲオルギウスの邪竜とでも相対しない限り、先生がそれを持ち出してくることはないと思っていましたから。私もそのつもりだったのだがね。何？それだけ君を認めているということだよ。まあ、今のはほんの挨拶代わりというやつさ。無論これからも全力で使うつもりはないから安心したまえ。何せディオゲネスガーデンに無断で使用してるからね。あまり派手にやらかして万が一にでもバレようものなら、さすがの私も除籍程度じゃ済まされんだろうな。それだけ恐ろしいもん勝手に使っとったらあかんやろ。また大胆不敵と言いますか、無謀の極みと言いますか。正直リアクションに困ります。なーに、私としては君に惚れ直してもらえるだけで十分すぎるほど満足だよ。はいはい、惚れ直しましたとも。最も惚れ直したのは、その惚れ惚れするほどの魔術のさえの方ですけどね。期待に添えられたようで嬉しい限りだよ。まあ、それはさておきだ。堅穏な気配を発しながら、再び杖に力を込める先生。いろいろな意味において、もはやこれは卒業試験として規格外なのは言うまでもなかろう。いくら君でも少々荷が重いかもしれんな。確かに悔しいけど、先生の言うことは大方において正解だ。何しろあの杖は魔術、魔道の最翼として位置づけられている神秘の具現。つまりあのオールドワン、
そのものだと聞いている。それがもし本当の話ならば、あの杖は国によって戦略兵器並みの管理体制が敷かれてもおかしくない代物なのだ。本来ならば王室直下の円卓管理機関か、ヨークシャーにある、ル・イブ次世代技術研究所、もしくはケンブリッジの聖アルフォンスガレッジ禁書図書館か、あるいはストーンヘッジの永久風洞の最深部。他に思いつくところがあるとすれば、あとはグラストンベリーの有股や非同意あたりか。でなければ、ここオックスフォードはブレナム魔術法院の深部、特級封印指定捕獲庫にでも厳重にくくりつけておくのが決まりのはず。そんな恐ろしいもん持ち出すなし。しかし先生はそんな代物を私の前で得意に披露している。あんなにも簡単に、そして当然とばかりに不敵な笑みを見せながら。つまり、それが意味するところは一つ。確かに。少々私には荷が重いかもしれませんね。そう。先生の言うことは大方において正解だ。なぜなら、ただし、先生は決まってこういう大事な場面でこそ、それが本当に本当の本物だったら、の場合ですけどね。そう来るか。人をおちょくるのが大の好物なのだから。指先に踊れ、ブリギットの遠征。極縁、極彩、世も焼き払う煉獄の天外。グレンの舞に見惚れぬものなし。地を翻り天へと逆まくグレンの天幕。私の振るうワンドが圧縮に圧縮を重ねた重量級術式を瞬時に発動させる。退路立つ、栄冠の狙うは先生の四方全域。逃げ場を遮る面での煉獄。おおよそ、世に存在するすべての戦闘技術は、その内容が高度になればなるほど、最終的には駆け引きの技術に集約されるという。言うなれば、相手の手をいかに封じ、こちらの手をどれだけ有効に働かせるかという、至極単純な論法こそが、戦闘の極意というわけである。その様相はもはや植物的な攻防戦というより、心理戦が盤面を支配する囲碁やチェスの陣取り合戦のそれに近い。中でも魔術を行使する戦闘では特にそういった傾向が顕著になる。その性質上、ロングレンジを主体とし、持ち駒の種類が、ひどく特徴的な魔術師同士の戦闘は常に観察と解析と安定した魔術の発動に終始される。つまり、無条件で相手を無効化するような乱暴な手札でもない限り、どうしても長期戦の傾向が強くなってしまう。もちろん何事にも例外は存在する。チェスの攻防すべてが千日手ではないよ。バーベル・チュアルチェック。魔術師同士の戦闘だって仕方によれば一瞬で型がついてもおかしくない。弾ける大気。群青の青を侵食する圧倒的なまでのグレンの津波が先生の姿を飲み込む。今まさにこの瞬間、つい宣告まで先生が佇んでいた空間は幾重にも連なる炎の、絶海に封じられた。よし！まさに描いたイメージ通り。私の放った炎の魔術は、こちらが描いた通りの結果を寸分とたがわない形で実行せしめた。地方からなる、滅法界な、質量を有した魔力の、何やこれ。漢字が読めない。炎の檻から逃れる術は皆無。しかし、
手応えを感じる暇もあらばこそ、ドクン。堰を切ったように暴れ回る体内の血流。それに合わせるように今まで存在すら忘れていた心臓が胸の奥で暴れ回る。まるで不意語でもふかしたかのように、何やこれ。動きを繰り返すそれは、急激に枯渇した酸素を全身に送ろうと壊れたエンジンのように、際限なく回転数を上げていく。いや、枯渇したのは酸素だけじゃない。今の渾身の一撃によって体内から失われたオドは、優に私のキャパシティの、2割に迫る。いくら自身の魔力総量の倍近い魔力をワンドに、貯蔵してあるからとはいえ、さすがにこれほどの魔術を一瞬で行使するのはちょっと、いや、かなりしんどい。だけど、そんなことはさまつごとに過ぎず、ドクンドクンとうるさい心音はとりあえず黙殺。今は本来の目標だった例の物を目で追うのが先決。よし、狙い通り。なんか、マンタ。空を舞う不可視の影。いや、限りなく不可視であったそのタイプには、術の周りに隠して放った私のジョーカーが命中していた。冷静に込み上がる歓喜と勝利への確信。この瞬間、私は幾度の決着がつく瞬間を垣間見た。やれやれ。いきなり最大火力かね。オーソドックスの投球に当てはめるなら、7、8階級といったところか。その事実だけでもどうもくものだが、よくもまあ、異質寸前のドルイドの魔術で、ここまで至ったものだよ。風が聞き慣れた声を運んでくる。見れば、見れば、もう、空を染め上げる、極限の檻を、後目に、遥か後方で佇む先生の姿があった。術式のスピードも、それに被験するオドの制御技術も申し分ない。思い切りの良さに関しては、特有ものだな。一体どのような手段を用いて煉獄の檻を抜けたのか。その姿には傷は愚か、ホムラの一つ、いや、着衣の乱れ一つ存在してない。しかし、ブラスティングロッドがフェイクだと高をくくった強引な攻撃は減点対象だな。板前、事実、杖に惑わされた君の攻撃は私に全く届いておらん。君のスタミナを過小評価するわけではないが、このままでは遅からず息切れを起こすのは自明の理だ。どうだね、ミスユキ。紳士としての態度はあくまでそのままに。ただ表情こそ至極真摯なままの先生は問いかける。ご心配なく、それらの説明は後ほどしっかりとさせていただきますから。それはどういうことだね。あら、まだわかりませんか、先生。もう勝負はついたと申し上げているのです。なんだって？珍しく眉を潜める先生。いや、もしかしたらその表情は私が初めて見る先生の素の表情だったのかもしれない。正気かね、かすみ。いやいや、ブラスティングロッドに惑わされていては、元より正気とは言えんが。あら嫌ですわ、先生。私は初めから正気でしたよ。いえ、正しくは、先生の底意地の悪い戦法にめげることなく、最後まで冷静でいられた、と言うべきでしょうか。それよりも、先生の方こそよろしいのですか？ちらりと。傾ける視線はわずか情報。私の放った炎の魔術によって炙り出された先生の頭上で振動する、闇の塊に目を向ける。
ご覧の通り、もう先生の手品の種は明かされていますよ。これは本当だ。中空に浮遊するのは、うっそうとした深い霧の闇に紛れる先生の使い魔。その保護色の体躯には、一本の刀剣が突き刺さっている。それは見守ることのない決定的な一打となって、先生のトリックを白日のもとにさらす。ご神用に忍ばせていた、ヴィンテージのブロダイウェズから削り出した刀剣です。なんと先ほどの魔術の直後にすでに狙っていたのか。ええ。こちらこそ本命でしたので。なるほど。戦国の最大火力は私への攻撃でなく、闇に潜ませていた私のアガシオンを暴き出すためのものだったのか。そう、すべては先生の虚言を暴き出すために敷いた伏線。先生の持つ、杖は、所詮私を踊らすためのフェイク。真の画策は、壮大な杖の剣殿の裏に隠された使い魔による精神攻撃こそ、その主体。なるほど。ご明察です。もっとも、さすがは先生の刺激する使い魔、朝闇に紛れる迷彩効果だけではなく、使い魔そのものが発する認識錯誤の魔術作用もあって、捕捉するのはいささか骨が折れましたけど。ですが、闇を払拭する圧倒的な炎の光量と、重量級の魔術発動の際に発生する巨大な魔力波のうねりから身を隠せるほどの隠密特性は、さすがに備わっていなかったようですね。いえ、元より対象を精神的に陥れる性能に特化した使い魔なれば、それも無理なきことだと思いますが。いくら先生が英国の誇る偉大なロイヤルウィザードだとしても、従える使い魔の全てが強大なものであるとは限らない。ましてや、先生が使い魔の制御に使用しているのは、あのブラスティングロッドに扮したワンド。いいえ、タクトのみ。これほど制約の多い状態で刺激できる使い魔にいくつもの能力を付与することは、さしものロイヤルウィザードでも不可能というもの。それでも、ここまでの精神攻撃性と、隠密性を兼ね備えた使い魔を従えるあたり、さすが十二神の一神といったところなんだろうけど。だけど、種を明かせてしまえば、どんな手品であろうと、二度と観客を驚愕させるには至らない。ブロダイウェズから削り出したスローイングナイフとは、これはまたドルイド然とした古式ゆかしい限りだが。手前味噌で恐縮だが、ご覧の通り、私のアガシオンは自己修復も可能でね、魔力で生成された使い魔に、いくらブロダイウェズのようなハマ効果の高い素材が有効とはいえ、さすがにナイフ一振り程度の質量で落とされるほど、やわな作りはしてないつもりだよ。もっとも、あの一瞬でこうも見事にナイフを必中させる投擲技術と索敵能力は、驚嘆に値するがね。まるで教え子を諭すような理性的な声。その頭上にあるのは、先ほど私が放った刀剣による傷をみるみるうちに修復させる先生の忠実なる使徒の姿。あらば。異物を排するがごとく、妖精の木のくさびは使い魔から抜け落ち、そして先生の傍らに落ちた。目標を失った刀剣はまるで墓標めいて地に立ち尽くすのみ。使い魔は再び深く静かに闇に潜行する。その姿は釣り針を外した大魚のように、ゆらゆらと太鼓をくねらせて、やがて完全に暗闇の大気に埋没した。もはやこうなっては、私の魔力でエンチャントされた程度の眼力では、視認することすらままならない。残念だよ、かすみ。
決着を急ぐあまり戦局を見誤ったようだね。お、呼び方が変わった。勝利を確信した先生が諭すように私の名を呼ぶ。君の敗因はただ一つ。その勝ち気な性格の負の部分が招いた慢心に他ならない。私のブラスティングロッドがフェイクだったのを見抜いた見識は見事。流言に惑わされない胆力と洞察力もまた素晴らしかった。しかし、精神攻撃を負ったままでの強引な魔術発動、それに続いて放ったナイフの致命的な威力不足、そして私の使い魔に対する不当な過小評価。初手こそ思い切りの良い妙手ではあったが、こうして結果を見れば、そのどれもが一歩及ばない未熟な戦術だったと言わざるを得ない。もし今の戦術案を無理やりにでも成功させるのであれば、初手の魔術発動の後にすぐさまダブルキャストで初発に劣らぬ魔術の連弾を放たねばならないが、いくらディオゲネスガーデンから尊号を与えられるほど優秀な君といえども、さすがにあれほどの構成魔術を放った後では息が続かんだろう。事実、君は2発目の魔術発動時に魔力の超速が間に合わず、結果仕方なしにブロダイウェズの刀剣を放っている。しかし、かといって2発目の魔術発動に重きを置けば、初発の魔術が不足となり、ひいては私の使い魔を捕捉する目処が立たなくなる。そう考えると、条件の厳しい課題の中、むしろよく立ち回ったと褒めるべきか。何？そう落ち込む必要はないよ、かすみ。君はよくやった。何せ私は、君の実力を測るため仕方なしとはいえ、最初から万全の体制で君を待ち構え、還元を浪し、そしてついには不意打ちという真摯にあるまじき行為にまで手を染めたのだからね。残念ながら、今回は私の探索を超えるには至らなかったが、それでもよくぞ惑わされず、本質をついたと評価するべきだろう。卒業試験は合格だ。君の実力は私の思った通り、見事なものだったよ、ミス。揺るぎない勝利を目前にして満面の笑みを浮かべる先生。だけどそれは魔女が最もかもとする隙だらけの表情で。まだ来るか？ん？久しぶりだね。君の不敵な笑みを目にするのは、魔女の含み笑いは勝利の宣言に等しいだったかな。いえ、失礼いたしました。先生が、最後まで至極私の想像、いえ、予想通りの先生でいらっしゃったものですから。おかしくて、つい笑みがこぼれてしまったんです。ご気分を害されたなら謝罪しますわ。いや、構わんよ。それより、かのラストウィッチの一人、イーストエンドの秘蔵っ子が、ここからどう挽回するつもりなのか、実に興味をそそられる。いや、その理由は話さなくて結構。どうせなら、この杖にかけて直接君に尋ねるとしよう。もとよりこの試験は、そのために実施されているのだからね。あら、嫌ですわ、先生。杖などに頼らなくとも、私は当にお答えしているのですが、先生ともあろう方が、まだ気がつかれませんか？これは慌てふためき、富子海にとかぶりを振る先生。この段になって、ようやく異変に気がついたのか。周囲に降り注ぐは、粉雪やごとく舞い散る白銀の、光。先生の驚愕の表情を伺うまでもなく、すでに状況は刻一刻と次なるステージへと変貌を遂げる。そう、
私の完全勝利にして先生の無念投了という終局図まで。オルト銀の粉末。そうか。君の狙いは初めから E2 効果を利用した索敵だったのか。風川希代の大魔術師。一見で本質を感化する見識は見事というほかない。しかしその遅れはもはや決定的なまでに致命的。いいえ、致命的なのは弟子の不出来を見たら黙ってはいられない、そのおせっかいな気質そのもの。初撃の炎の魔術はあくまで私の目をごまかすための派手な演出。そして探検とその向上は時間稼ぎ。それらの裏に隠された真の目的は重量級魔術の膨大な熱量によって大気を対流させ、こいつを盛大に散布させるまでの猶予を得ること。パーフェクト。まさにおっしゃる通りですわ、先生。せっかくの卒業試験ですからね。愛弟子といたしましては、ドルイドだけでなく、ぜひとも先生に教授していただいた成果の方もお披露目したいと思いまして、こうして、先ほどご講説をされていた間に、先生ご自身が12年ほど前に受賞された誉れ高きエイブラハム魔導力学賞の理論を実地で証明させていただいた次第です。いやはや、まったく。一体誰に似たんだか、この性悪なお嬢さんは。先生の苦笑混じりの悪態が聞こえてくる。しかしその苦笑には先ほどまでの余裕がまるで感じられない。聡明な先生はもう理解されたのだろう。私が意図した戦術もこの後に導き出される結末も。魔術においての、隠密性とは主に3つの能力に分類される。一つは周囲の景色に同化する工学的な明細特性を有するタイプ。二つ目は魔術的な知覚、つまり透視や霊視、天気に上眼といった物にあらざるものを見るために魔力で強化された索敵能力に対し、さながら近代兵器のチャフのように偽装膜を展開してそれら魔力の目から逃れようとするタイプ。そして3つ目は幻覚能力。対象者の認識を魔術的な力で錯誤させる精神干渉タイプである。魔術の難易度としては後ろに行くほど飛躍的に高度なものになる。先生の使い魔はおそらく1つ目と2つ目の能力をエンチャントさせながら、さらに機械を見計らって3番目の能力までも発動するように作られた極めて悪辣、かつ高度に生成された虎の子なのだろう。さすがは先生が手からお作りになった使い魔。その性能は素晴らしいの一言に限ります。ですが、魔術とは英知であり、技術であり、理論であって、決してデタラメではない。そう教えてくださったのは、他でもない先生ご自身ですよ。つまりどれほど高度で奇跡と見まがうような大魔術であろうと完全無欠などあり得ない。故に魔術はより適した魔術によって覆されるのが道理。ならば答えは簡単だ。先生の使い魔の特性がかくれんぼうだというのなら、こちらは隠れる場所そのものを隠してしまえばいい。力技だな。それを可能にするのが今まさに周囲を覆わんとする、淡雪のごときオルト銀の粉末と、それによってもたらされるエーテル反響なんちゃら、E2 効果だ。その原理は簡単に言ってしまえばイルカのコミュニケーションと同じもの。反響する音波の際で情報を認識するか、反響する魔力波の、位相差で情報を識別するかの違いはあれど、その本質はほぼ同じ。つまり、先生の使い魔が黒いキャンバスに隠れるカラスというのなら、キャンバスそのものを白く染め抜いてしまえばいい。そうすれば、あとはもう一目瞭然。かくれんぼうの得意な、意地悪な使い魔は鳴りを潜め、代わって現れるのは、震えて我が身を
思うか弱いチキンでしかない。まあ何にしても。この場において打足のうんちくなんて野暮というもの。だってもう、随分と前に宣言した通り、決着はついているんですから。初手の魔術で負ったハンガーノックは収まり、すでに魔力の、性も整え終えた。超速か。褒める魔力は優に衝撃の5割増し。標的は明確にして明瞭。狙うは先行する使い魔。いな、すでに散布し尽くされたオルトギンによって隠密特性というお箱を剥ぎ取られた哀れなデクノボーは今度こそ私の視覚によって完膚なきまでに捉えられる。特咲き誇れ、ヒースの火星。咲けば花、咲ければ灼熱。あまたの棘持つバラの三下。一位の弓をつがえ、明星に放て。発される言霊はシーカにも似た調べとなって大気を震わす。紡ぐ音霊が、頂上の現象を世に描き出すための道しるべなら、つながる栄唱は内面の世界を具現化させるための呼び水に他ならない。故にシーカの終わりは、黄色の篠月。私の心象がうつしおに変幻する始まりの瞬間。99社。号令一家に放たれるは必殺の意を持った周にも似た、火矢の嵐。幾重幾重にも連なる河川は事実その名が示す通り99もの奇跡となって闇を切り裂き使い魔のもとへと殺到する。この飛翔は音速に迫り、付随する威力は近代の放射砲の弾幕にすら肉薄する。第6位回8番ライトウォール。紅を引く、線の先に集まる膨大な魔力の本流。これは先生が発動した、肉眼で確認できるほど巨大な魔力で編まれた強固なる盾だ。先生の目論見は単純にして正道。私の放った魔弾の強襲、その対象が迎撃も回避も不可能だというのなら、一死たりとも通さぬ堅牢な盾で阻めばいい。相手が音速なれば、自らは過音速で当たり、これを封殺する。なるほど。確かに先生の魔術の速度たるや、もはや神速の域に達している。世界で最も普及しているオーソドックスとはいえ、第6回ともなる高難易度魔術を栄唱もなしに、発現させるなど、並の天才では手に余る。その恐るべき魔術の才覚をもってすれば、いかに今日ついたところで十分に使い魔を守ってあまりあるだけの余力があるだろうと。これにはさすがに私ももろ手を挙げて降参だ。だけど、先生、使い魔も、そしてご自身も守りきろうなんて、欲張りにも程がありますよ。パチンと合図が、パチンと指先が合図を送る。それに呼応し、あらかじめ攻撃目標を2つに設定していた私の魔術は、今まさに本来の命令を実行せんと、2体の鎌首をもたげる。片方の刃先は当初の狙い通り、あの目障りな使い魔を。そしてもう片方の刃先は、そのマスターである先生自身。慌てて魔術の追加詠唱を促し、シールドの範囲を補正する先生。先生は今まさに私の目論見通り、2つの対処法の1つを選択した。つまり、使い魔へかざした盾をキャンセルし、自身の身を守るか、それとも盾を引き伸ばし、使い魔も守るか。先生の選択は後者。論理的かつ欲張りな、実に先生らしい判断だ。しかし、先生はご存知だろうか。どっちを選んだって、結局私の手のひらの上でもてあそばれているということに。
実に強大かつ見事な盾ですが、いくら先生でもそれは無理というものです。障壁とは、本来その性質、材質、パターンのいかんに関わらず、密度の高さこそ、絶対的な強度の高さなんですから。なるほどな。鉄板も引き伸ばしてしまえば、イシューと一緒ってことか。すなわち、薄く引き伸ばされた鉄壁など、メッキのそれと大差ないということ。放射展開して強度を稼ぐにしたって、最低限の密度はどうしたって必要不可欠。加えて先生が見てた使い魔の自己修復に費やされている余計な魔力が障壁展開の困難さを増長している。今一度引用させてもらおう。魔術は英知であり、技術であり、理論であって、決してデタラメではない。その事実はいかにディオゲネスガーデンの、12人の大魔術師といえど覆すことの叶わない現実。つまりあの使い魔のアルケタイプが隠密性能であるのなら、リジェネレーションなど備わっていない。故に先ほど見せた自己修復は使い魔の性能ではなく、先生自身が与えたエンチャントスペルの一つに他ならない。そうなると話は変わってくる。ただでさえ広範囲の高強度障壁術式は、それに特化した専門の術師が必要なほど困難を極めるというのに。先生はその上、スピード重視の乱暴な障壁展開に加え、使い魔の修復にまで魔力を割いているのだから。ならば結果は、こうして火を見るより明らかですよ。ハウッド先生。99のおよそ半数の河川がこともなげに障壁を貫き、使い魔の体躯に次々と突き刺され、もはや自己修復など及びもつかないその圧倒的なまでの破壊速度に、使い魔はこうすることなく燃え上がる。二者択一の結末は結局、こうしてどちらも使い魔の撃墜に終わった。いえ、二者択一などというのは最初からなきに等しい仮初めの選択肢。そして今まさに、先ほどまで陰影とした闇に紛れていた使い魔は完全に機能を失い、今度は文字通り、火の粉となって派手に紅を撒き散らしながら先生の頭上へと墜落する。第4理解2番ブリンク。瞬間。つぶさに発動する先生のカウンタースペル。守るべき使い魔が目下の障害と転じた今、当然先生の、取るべき手段は単身による回避行動に類する魔術の発動である。しかし、私が取るべき手段もまた当然、先生の回避行動を妨害する魔術、クリスクロスか。見事だ。実に見事だよ、ミスユキ。だが、差し物君でも魔術の発動スピードで私を凌駕するのは不可能だ。私の目論見に気づいたのか、必勝を公言しながらすでに編み上がろうとしている先生の魔術。もしかしたらさっきの使い魔に刺したダガーが先生の影を塗っとるみたいなことってあるんかな。だが、そんなことは100も愚か1000も万も承知の上。並んでのかけっこは決して勝てないというなら、そもそも並んで走る必要などあるものか。ならば私は、一人ゴールの直前から走るのみ。あら先生。私の方はもう魔術を唱える必要なんてありませんよ。そう。すでに細工の方は隆々と仕込み済み。あとは仕上げを、先生自身に、おろず、とじて、体感していただくだけのですから。やっぱりそうやろ。動けんなよ。やっぱり。
突如として金縛りのように身を、固まらせる先生。いや、金縛りのようではなく、真実その拘束は金縛りそのものだ。やっぱり。その、所業の、主は先生の足元。フロダイウェズの、探検。それはもとより使い魔の迎撃が目的ではなく、こうして炎上する使い魔の放つ光源によって、はっきりと浮き彫りにされた先生の影を今この瞬間に縫い付けることこそが真の目的。やっぱり。これは我が祖国の伝統芸能。影を縫い付け、相手を拘束する魔術、アストラルバインドですわ。おう、忍者。未熟な腕ですけど、ご堪能くだされば幸いです。ディレイスペルだと？バカな、まさかここまで戦況を予見していたというのか。信じられん。こんな悲願の針穴を通すような辛抱な終局図を君は鼻から書き、他でもない、この私を相手に寸分とたがわず実行してみせたというのか。いいえ、そんな大行なものではありませんよ、先生。先生のおそらく最後になるであろう問いに、私は私にできる最高の笑みを浮かべてやる。そう。私は単に、どうしようもないくらい負けず嫌いなだけです。かわいいな。にっこりと。超然と。ことさら余裕をあらわにするような大胆にして最高に皮肉のスパイスの効いた不敵で、そして何よりも素敵な笑顔。そこに何人たりとも揺るがせにしない絶対の自信を込めて。目には目を、歯には歯を、偽証には偽証で反駁し、関係には関係で相対し、戦術には戦術をもって行し尽くす。そして何より肝心なのは、相手のすべて、そのことごとくを凌駕し尽くすこと。そこには魔術の考説など入る余地はなく、ましてや卒業試験のためなど余人もなく、私は、ただ一度、ただの一言でいいから、先生が最も得意とするこの騙し合いの果たし合いにて、あなたをギャフンと言わせたかった。要約すればただそれだけのことです。私は幕引きにふさわしい仕草を送るつもりで、優雅にスカートの裾を掴んで会釈する。しかし果たして先生がそれを見届ける余裕があったかどうかまではわからない。だって燃え盛る使い魔の残骸はもう先生のすぐ目の前にまで迫っていたのだから。回避は不可能。防御も不可能。兵役なんてもってのほか。神に祈る間くらいは、それも無理かな。だって、私が神様だったら、今更懺悔なんかされたって、にっこり微笑んで断罪するもの。例えばこんな風に。それではごきげんよう、先生。せいぜいお怪我をなさらないよう、お気をつけてくださいませね。ひでえ。ドーンと夜明け前の庭園に轟く激しい墜落音。それがこの度の試験の終了を告げる鐘の音となった。残念。結局最後までギャフンとは言ってくれないんですね、先生。君という娘は落ち着いておっしゃってくださらないと、サシマの私も翻訳不可能なのですが。恩師をあわやというところまで追い詰めておいて、第一声がそれかねと言ったのは。死ぬ。これでもかと咳き込みながら体の灰を払う先生。その全身は焼け、自慢の一丁羅とやらも今は灰まみれで見る姿もない。でも、
結局なんだかんだと言ったって、その程度の被害で済んでしまうのだから、嫌味の一つくらいは言わせてもらっても構わないだろう。ちゃんとそういう着とる服も、なんか魔術的なあれがついとるんやろうな。なんなら、そちらの姿の方がダンディーですよ。なんてとびっきりの皮肉を送ってもいいくらいだ。そもそも本来であれば、先生にはあわやの、もう3歩くらい先まで追い詰められていただく予定だったんですからね。その程度のお加減で済んだ上に、愛弟子の愚痴の一つや二つで済む苦労なら、むしろ安い買い物ですよ。いえ、先生流に言うなれば、ジョンブルたるもの、むしろ買ってでもするべき苦労です。そういう君には日本人らしい建前だとか奥ゆかしさといった美徳の観念はないのかね。まったく君の実力であわやの3歩も先に行かされたら、私は今頃スキュクスの半ばで現世に別れを告げているところだよ。ようやく落ち着いた。なんて言いつつ、まだごほごほやってる先生。その姿を見て、ふと思い込む。何かに似てると思ったら、あれね。慌ててご飯をかっこんだせいで、かわいそうなくらいむせちゃってるやんちゃな男の子。涙目になっているところなんて本当にそっくり。ほらそれだ。その小悪魔めいた意地悪な笑顔。そいつをまずどうにかしないと、ますます大和なでしこから遠ざかっていくぞ、君は。おあいにくさまです。それにはご心配及びません。だって私、先生の愛弟子ですもの。猫を被るべき場所では、しっかりと被らせてもらいますから、問題ありません。にゃ我ながらうまい。まあ確かに君のその猫かぶりは一級品だよ。もはや魔術と比べても遜色ないくらいにね。褒めてませんね。その言い方ですと。褒めとるさ。何せそれに気がつくまで私でさえ随分と時間がかかってしまったからな。思い出を懐かしむように私の頭を撫でる先生。思い起こせば、君は10年前のあの日から、それこそまさに今の今まで、ずっと天の弱だったな。その目は実の父親以上に父親らしく、私をじっと見つめて離さない。そして実の娘ではない私は当然娘らしくなんて振る舞えないまま所在投げに、もじもじするしかないわけで。なんだろう、背中がムズムズするというか、そわそわするというか。嫌じゃないのに身の置き場がないこの感じは。ああ、そっか、そうなのか。先生に撫でられるくすぐったさにふと気がつく。私はただ照れてるんだ。そのくせ、嬉しいくせにだからこそ恥ずかしくて。そのくせ、その事実を認めることがまた照れくさくてしょうがなくて。だから今の今まで必死で気がつかないふりをしてきたんだ。悔しいけど、認めたくなんかないけど、ああ、もう本当に。なんて天の弱なんだろう、私ってやつは。愛想のいい猫なんて気持ち悪いだけですよ。そうは言っても甘えてほしいのが親心というものだよ。いや、失礼。保護者だったな。どうにもいかんね。こうしているとついうっかり忘れてしまってな。しかし君もいつかわかる時が来るさ。とつとつと壊れ物を扱うように言葉を選ぶ先生のその少しだけ寂しそうな笑顔に、ほんの少しだけ鈍い痛みが胸を貫いた。はい。たとえそうだとしても、先生のような色ぼけ保護者にだけは絶対になりませんけどね。
そう言って憎まれ口を叩くのが精一杯で、私は逃げるようにぷいっと視線をそらすことしかできなかった。その先、つい先ほどまで卒業演習を繰り広げていた庭先では、実戦の残滓がかがり火のように辺りを照らしていた。もっともその明かりも残りわずかなものだろう。先ほどまで悠々と異彩を放っていた使い魔は、こうして見ている間にも刻々と崩れ落ちて消えていく。薪の代わりになるのももうそろそろ限界そうだ。しかし、正々と定着に三月もかけた秘蔵のアンガシオンが、もう見事に灰にされるとはね。いやはや。恐れ入ったのはこちらも同じです。アラン・ベレットの再来と謳われる先生が、まさか旧敵とも言えるテウルギア・ゴエティを使うなんて、人が悪いにも程がありますよ。何？人が悪いのはモテる紳士の条件だよ。まったく。そうやっていつまでも懲りることを知らないから、私に自慢の押し立てを台無しにされてしまったのだと理解してほしいのですが。何？この自慢のヒゲさえ無事なら、一丁らくらいの犠牲は甘んじて受けようではないか。もしこの宝に、それこそ5ほどの傷でもあった日には、ブロセリアンドの森の奥底で隠遁生活を決め込む覚悟だったからね。お言葉ですが、焦げてますよ、ヒゲ。まあ嘘ですけど。嘘？ええ、嘘です。今夜初めてクリーンヒットした攻撃に、私は外部もなく笑い声を上げる。だって、あの先生の顔。まるで酸欠の金魚が、はたまたムンクの叫びか、もしくは出土した手の埴輪か何かみたいで。ダメ。笑いが止まらない。もう最高。こんなに情けない顔をする先生を目撃したのは、一体いつ以来のことだったか。本当に久しぶり。こんなに楽しい気持ちは。まったく、君には勝てないな。ほんの少しだけ拗ねたような先生の声。いつものように少しのお茶目と大きな優しさが混じった声。それはさしたる抑揚もなく、さりとて特別耳に残るような言葉でもなく、いつも耳にしていた何の気なしに聞こえたはずの何でもない言葉だというのだ。それを聞いて不意に、私本当にこの人の元を去るのだなと、今更になってそんなことを思い知らされた。ガフンだよ、かすみ。私の乾杯だと言ったのさ、かすみ。普段努めて冷静に振る舞っている君が、そうやって時折見せる真紅のバラのような眩しいほどの情熱。その美しい花弁に負けず劣らず、鋭利な棘のごとき鮮烈な魔術のさえ。何より、見る者の心を掴んで離さない圧倒的な魔術師としての実力と、それを余すところなく体現してみせた先ほどまでの見事な魔術実演。そのどれもが実に見事で、そしてそれ以上に美しく魅力的だった。その刹那、狂おしいほど胸が締め付けられた。それは初めて先生が口にした高三の言葉に対してだったのか。それは屈託なく笑う先生のあどけない表情に対してだったのか。それともこうして無造作に目の前に差し出された握手を求める先生の右手に対してなのか。ディオゲネスガーデンが一心、6時の守護者、クラウン&オーギュスト、サミュエル・ハーウッドが、今ここに我が教え子、
霞結城の卒業の認定を下す。おめでとう、霞。ああ、本当にこの人と来たら。呆れました。己の弟子にまで口説き文句をのたまう詩など、聞いたことがありません。そう言わないでくれたまえ。何せ、こうして振られてしまったのは、君が初めてなのだからね。最後くらい、男として格好をつけさせてくれたまえ。悔しいけど、そんなことない。そんなことなんて絶対にない。先生はいつだって最高にかっこよくて何より最高の先生だ。私はそんな先生のそばにいられることにこの上ない安らぎを感じていたのだから。なんて思ったことを素直に言えるような可愛げのある女だったらこの別れもまた違った形になっていたのだろうが、そんな毒にも薬にもならない想像をしながら、私はいろんな思いを飲み込んで差し出された先生の手をそっと握った。だってのに、見ようによってはそれなりに感動的なはずのその場面に相棒の黒猫は水を差す。やれやれ、生来の付き合いなんだからこんな時くらい気を利かせたらどうなんだか。そうか。やはり言ってしまうかね。ええ。本来ならば、それこそ猫のようにさっさと餌だけいただいておいとまする予定だったんですけど、思いがけず長居してしまいました。足掛け10年以上もかね。君のような律儀な猫は見たことがないな。走行を崩す先生。私は極力先生の笑顔に後ろ髪を引かれないよう平静を装って旅支度の準備を促す。とはいうものの、何も航空チケットの予約を取って空港に足を運び、貨物のように窮屈な空の旅を満喫するわけじゃない。マギステル、特に私のようなケルトの魔女が空を行くとき、それは悠久の古来より決まってこういった入れ立ちになる。直線距離でおよそ1万キロの旅路か。君の足なら一両日中に到達できる距離だが、さすがに東側上空は避けるべきだね。かといってアメリカ越えもよろしくない。ご心配なく。いくら先生譲りの睾丸とはいえ、冷戦直上のナーバスな空を我が物顔で飛び回るほど、無知でも無謀でもありませんから、マナの様子を見ながら、のんびりと南半球を周遊してから行くつもりです。ああ、それが賢明だ。何より、呼ばれたからといって急いで駆けつけるような安っぽい真似だけは、絶対に我慢できませんから。いたずらに尻尾を振って愛嬌を振りまくくらいなら、いっそ後ろ足で砂と一緒に見下り班を叩きつけてやるつもりです。本当に君は最後の最後まで猫のようなのだね。しかも格別に高い気品と気ぐらいを備えたそれだ。先生の言葉にふんと冷笑だけで返し、解きかけたカールを指でもてあそびながら、私は杖に身を預ける。レビテーションにより制御された杖は難なく一人と一匹分の重量を支え、なおも重力にこうして宙に舞う。あとは杖に流れる魔術の術式を浮遊から飛行の命令に変換すれば、この身はさながら解き放たれた矢のごとき高速の体現となり、瞬くもほどの暇もなく未明の群青を貫き飛翔するだろう。そう、準備はついに整ってしまった。いよいよお別れの時間かね。まるでフィルムを巻き戻したみたいに先生の言葉が重複した。ええ。長いようで短い時間でしたが、お世話になりました。ハウッタ先生。何？こちらこそ随分と楽しませてもらったよ。
かすみ。パカッと笑う先生。私は感情をひた隠しにした平静な表情だけで答え、そして杖に力を込める。ゴーッと風がうなった。鳴ったでいいのかな。マナが膨れ、エーテルは波形を増し、風の精霊がうねりを上げて編み上げられた術式を実行し始める。空は近くに、大地は遠くに。それに伴い、徐々に先生との視線の高さが語弊を期す。齟齬を期す。視線の糸はほどけ始めた。言葉の混ざりも、交わりか。ごめんね。言葉の交わりもあと数言が限界だろう。と脳裏に浮かぶ遠い日の記憶のかけら。あの日、幼心に固く誓った無言での、首都。別れの時はさよならなんてお首にも出さず、いっそすがすがしいほどにそっけなく。例えるなら、それは猫が見せる一時の足休めのような気軽さで消えてしまおうと。そう決心したからこそ、この人に無用な心配なんてかけたくなんかなくて。だから私は、気づかれないように心の底で、そっと静かに、宣言をした。かな。ねえ先生、心配なさらないでくださいね。もう私は先生がいなくても大丈夫ですから。もう私は一人でも泣いたりしませんから。だってもう私は立派なレディーですから。そう誓った。はずだった。そう、誓ったはずなのに。さよなら、先生。なぜだろう。誓いを破ってしまった罰にしては、それはあまりにも優しく私の金銭に触れる。あなたは私にとって最高に意地悪で、最高に素敵な先生でした。逆まく風はさらに声を上げ、亜音速飛翔に備え展開された、体圧結界の影響もあって、私の最後の言葉は長年越しの伝聞のように途切れて果てる。すでに地は遠く、先生の姿は刻一刻と遠ざかってゆく。届かなくたっていい。いや、いっそ届かない方がどれだけかっこいいか。だというのに、私のそのわずかばかりの願いはあっけなくついえ、かの声はこんなにも確かな形をしたまま私の耳に届いた。去りゆく時に万感の感謝を、来たるべき時に惜別と祝福を、我が最愛の弟子ジェリコのバラよ、君の行く先が次こそ爛漫と花開ける安住の地であることを祈って。ああ、幸いだったのは一つのこと。だって、ついに耐えられなくなって溢れてしまったこの大粒の雫だけは、最後の最後まで一番見られたくない人から隠し通すことができたのだから。ええ、わかってる。ありがとう、ナンシー。慰めてくれて。何よ、そんなに意外そうな顔しなくてもいいじゃない。あんたってほんと可愛げがないわね。そうね。まったく嫌になるくらい私たちって似た者同士だわ。散々ちゃちゃを入れてくる黒猫を軽くあしらいながら、私は遠く果てない東の空を見つめる。目がくらむほどか、遥か先。視線が吸い込まれてしまいそうな壮大な地平には、群青の青を紫に染める金色の光が差し始めていた。地平に対し限りなく、
平行に昇る、日の光。この地、独特の日の出の姿も、これが最後の見納めとなるのだろう。あの最果ての東のふもと。この世で一番初めに日が昇るかのところこそ、これより私たちが目指すべき約束の土地。さて、ヒューとなる風切りの音。成層圏特有の激しい吹きさらしの風が、鉄塊越しに伝わってわずかに髪を揺らす。私はその空気を思いっきり胸に吸い込んだ。ほのかに香る故郷の匂いと、びっくりするほど清烈な冷たさに満ちた大気が、私の体を内側から満たしている。大丈夫。もう後ろ髪はないかな。決心は胸に、目指す視線は遥か前へ。よし、それじゃあ一つ。行くわよ。結城かすみ。ひどく価値のない。だけど、とびきり大切な約束を叶える旅を。始めるとしましょうか。